こんにちは、ミクロミカです。繊細さんでも夢は叶うミクロミカのゆるふわマインドセットへようこそ。実は先日インフルエンザになってしまいまして、とっても大変な日々を過ごしておりました。なので更新が遅れてしまって本当に申し訳ございません。2週間かな、約2週間お休みをさせていただきました。皆さんインフルエンザとか流行ってますけど大丈夫ですか？今回私初めてインフル B を経験したんですけど、まさかのもう高熱が5日近く続いて、想像以上にね咳とかも続いてしまっていて、なかなか更新ができていない状態でした。すみませんでした。年齢のせいもあるかもしれないんですけど、年々体が弱くなってしまって、健康管理をもっとしっかりしなければなというふうに改めて感じました。そんな今日のテーマは30代の友人関係についてです。30代になると友達と会う頻度が減ったりとか、昔はもっと気軽に遊んでたのに今では新しい友達もできにくくなったなとか、そんなことを感じたことはありませんか？このエピソードでは30代で友人関係がどのように変わるのか、そして本当に大切な人間関係って何なのか、その具体的な考え方をお話ししていきます。もうすでに感じている人も多いとは思うんですが、30代になると友人関係が大きく変わるんですよね。あの友達は結婚したとか、出産したとか、仕事で住む場所が物理的に変わったとか、こういう人生の転機が友人関係に大きな影響を与えるんです。でもここで大切なのは、友達が減ったっていうわけではなくて、それぞれ自分の人生の優先順位を変えていってるっていうことなんですよね。結婚してパートナーとの時間が大切になったりとか、出産して子供との時間が大切になる。仕事で成功してキャリアに時間を使うようになる。こういうふうにそれぞれ自分の人生と向き合うようになるんです。だから友達と会う頻度が減るのは、あなたのことが嫌いになったからとか、そういったことではなくて、それぞれが自分の人生を大切にするようになったっていう証なんですよね。30代になると時間とお金の使い方も大きく変わるんですよね。20代の頃は友達と遊ぶことが人生の中で最も大切なことの一つだったかもしれません。でも30代になると人と会うことよりも自分時間に時間もお金も使うようになるんです。自分のスキルアップのための勉強とか、心身をリセットするための休息とか、自分の趣味や興味に時間を使うこととか、そういうふうに自分のための時間の価値がより高くなっていくんですよね。私も昔は休みがあると友達とご飯に行ったりとかしてたんですけど、最近休みがあるとマッサージに行ってゆっくり過ごしたりとか、キャリアアップの勉強をすることが本当に多くなりました。だから友達と会う頻度が減るっていうのは、自分の人生によりフォーカスというか向き合うようになったっていう証なのかなって思ってます。これは実はとっても健全な変化なんですよね。では30代で本当に大切な人間関係とは一体何なのでしょうか？それは会う頻度ではなくて、お互い必要としている時に手を差し伸べられる関係なんですよね。例えば何ヶ月とか何年とかっていう単位で連絡を取っていなかったとしても、久しぶりに会うと自然に話が続く。あ、この人とはずっとつながってるんだなっていう風に感じる。そういう関係です。私は海外に住んでいたっていう経験もあって、友達は日本だけじゃなくっていろんな国にいるんですね。だから頻繁にいつも連絡を取ってるとか、頻繁に会ってるとか、そういうわけではないんだけど、たまに連絡をした時にキャッチアップがお互い楽しくできたりとか、韓国に住んでる友達はずっと連絡取ってなかったけど、韓国行くからよかったら会えないって言って何日も一緒に過ごしたりとか、ずっと連絡を取ってるとか会ってる頻度っていうのはそんなに重要じゃなくて、ちゃんとつながって絆を感じれてるっていうことがすごく大切なんだなっていうふうにその時も感じました。あともう一つ大切なのは、会うと私ももっと頑張らなきゃなっていうふうに思える感覚なんですよね。その人と話すと心が軽くなったりとか、一緒にいると無理せず自然体でいられるとか、その人の前ではありのままの自分を見せられるとか、そういう関係が本当に大切な人間関係なんです。そして性格や価値観が似ているか、またはその違いを受け入れられる関係なのかとか、
そういう関係が本当に大切な人間関係だなって私は思っています。そして30代になると友人関係を整理する必要も出てくるんですよね。全ての友達と同じペースで会い続けるっていうのは実はとっても難しいです。だから一緒にいてどっと疲れてしまうような友達とかは好きでも頻度を考えたりしてるんですよね。これは決してその友達のことが嫌いになったのではなくて、自分の心身の健康のために関係の距離を調整してるっていうことなんです。これはとっても大切なことなんですよね。自分の心身の健康を守ることは自分の人生を大切にすることと同じなんです。そしてその友達もあなたと同じように自分の人生と向き合っているんですよね。だから友人関係が変わるっていうのは決して悪いことではないんです。むしろそれはそれぞれがそれぞれの人生と向き合っているっていう証なんです。友達と会えなくなったからといって孤独を感じる必要は決してないんです。その友達もあなたと同じように自分の人生の中で必死に頑張ってるんです。そしてあなたもその友達を陰ながら応援してるんですよね。この友達は今こんなことで頑張ってるんだろうなとか、この友達は今幸せなんだろうなとか、そういう風に遠く離れていても心っていうのはつながってるんです。だから友達と会えなくなったからといってネガティブな方向に気持ちを向けるのではなくて、それぞれがそれぞれ自分の人生と向き合っている途中っていうことを受け止めて陰ながら応援しているスタンスで入れたらいいなというふうに思うんですよね。30代で友人関係が変わるのは実はとっても自然なことなんですよね。友達って年齢とともにどうしても減っていくものなんじゃないかなって私は思います。遊べる友達が減ったって感じることもあるかもしれません。でもそれは決して悪いことではなくて、それぞれが自分の人生としっかり向き合うようになったっていう証なんです。だから友人関係の変化っていうものに対してネガティブに受け止めたり孤独を感じたり、私って友達いなくなってないっていうふうに思うのではなくて、それぞれ自分の人生と向き合っている途中だっていうことを受け止めて、会えなくなった友達も陰ながら応援しているっていうスタンスで入れたらいいなって思っています。ただ本当に苦しくて誰にも話せる相手がいないときはセラピーやカウンセリングを検討するのもいいと思います。私はありがたいことに友達にも恵まれているし家族もいるんですけど、でもやっぱり第三者の意見として近い立場からではなくて外側から見た意見とかアドバイスが欲しいなって思った時は私もセラピーとかカウンセリングを受けたりしていて、すごくそこでいただく言葉とか客観的な視点って新鮮だったりとか、自分に今までなかったようなアイデアをもらえたりするのでおすすめです。自分の心身の健康を守ることは自分の人生を大切にすることと同じです。あなたの毎日が少しでも穏やかで心地いいもので満たされますように。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。繊細さんでも夢は叶う、ミクロミカでした。バイバイ。